皆さんこんにちは。これね、パスポートって言うんですよ。義経を追って、はい。もうずーっと平泉から来ました。ずーっと来まして、そしはいてカムイ岬から義経は船に乗りはい。渡ったと、言われております。そういうことですね。はい。うん、だからここがもう私たち日本最後の地になるわけですよ。もう海を渡れば大陸ですね。ほんまにモンゴル行きます？モンゴルはちょっと天皇家の家紋を背負ってこれから海外にね行きたいと思います。どこに行くかはまあこれからのね楽しみにしておいてほしいんですが、それでは行ってきますね。なんかどこなんですかね。なんか間違えてしプサンのエアポートになんか着いてしまって、ちょっとここからどこにどう行くかをちょっとねこれから考えて、もう一回ちょっと飛行機乗らないといけないと思うんですよ。ちゃんとした目的地に頑張ってちょっと行きたいと思います。ちょっともう一回言い出しますね。はい、皆さんこんにちは。ストレンジハンターのタカです。いよいよ僕はねここに来てしまいました。ここがねどこかと言いますと、後ろを見てわかる通りチンギスハンインターナショナルエアポート、チンギスハン国際空港ですね。ここはモンゴルのウランバートルにある空港です。北海道のね時には電子レンジハンターのねちくわさんがモンゴルはね私が行ってきますというふうに言っていましたけども、モンゴルまではちょっともうね、すいません、一人で行ってきます。どうぞ行ってください。はい、ありがとうございます。僕はモンゴルは行きません。わかりました。そんな覚悟は僕にありません。ビビリクソ野郎。やはりねスケジュールの問題、あとはお金、様々含めて電子レンジハンターはここに来ることができませんでした。ちくわさんにモンゴルのね義経の集大成をやってもらおうと思っていたんですが、やっぱりなかなか難しかったですね。なので、ここから先どうなるかですよね。これらにはもうしょうがないので、そこからね、僕は今回もアポイントいくつか取っておりますので、様々ね、面白い話が皆さんにできると思いますので、本当にね、これ楽しみな話になります。びっくりしたびっくりしたうわむせるわ。いえ、どうした？どうした？何モンゴル来たけど何？どこんな早朝に？うしたん？よう来たな。来た。ここ、どこ分かってる？チンギスハン国際空港です。いや、そうやけど。やるな。いや、言ったやん、行くって。ちょっと厳しいかもしれません、みたいな。俺行ってくるわ。タカちゃん、いつから行くんですか？航空券取れたから来週行くわ、みたいなね。はいはい。ノリでやったんやんか。はい。そんなの、無理っすよ。モンゴルですよ、みたいな。来週言うてたよ。いや、航空券取れちゃった。取ったんかい。聞いた瞬間、って見て、取れちゃった。空いてたんや。空いてた。よかったね。よう来たな、ほんまに。来たけど、分かってんの内容。今日俺アポ取っていろいろ動くけどさ、迎えも来てるしさ。はいはい。ちょうど乗れますね、私も。確かにね、ここのね、コーディネーターの方とか、はい、通訳のね、方とか、すごい。いらっしゃるけど、確かに僕含めて4人なので、はい。1人一応5人乗りの車であれば、乗ることはできるけどね。ありがとうございます。お邪魔します。その代わりあれ、ちょっと狭い席とかに座ってはもらうけど、いいです。なかなか、これ結構過酷なプラン組んでますんで、でもね、相当面白いところ見れるんですよ。はい。楽しみ？楽しみです。一応確認したい。はい。電子レンジハンターやったやん。はい。北海道の時は。はい。今日なんなん？こんにちは。チンギスハンターのちくわでーす。イエーイ。ダサ。ダサもそうやな。いや、もうずっと飛行機で考えて。いよいよもうチンギスハンをもうハンとすると。でもチンギスハンター。そうです。ちょっといいんじゃないですか。面白いんじゃないですか。もう待たしてるんで、早く行かないと、とにかく今日ね、とんでもない移動なんですよ。トイレとかないけど大丈夫？大丈夫です。得意です。マジ得意とかあんの？とにかくもう行くで、ほんまに。待ってもらってるから。視聴者の方、前の話の続きとか分かってます？いや、分かってるよ。分かってると思うよ。例えばカムイ岬から大陸に。それを言わんと、ほら、こういうとこあるからやっぱ不安なんですよ。皆さんにちゃんとした映像をお届けできない不安要素しかない。エンターテインメントに慣れてない。ストレンジハンター。ストレンジハンター。そうそう。とにかくね、とにかく僕はもうストレンジのね、話をね、ストレンジが。ぐだってるやん。ぐだってる。ちょっとテンパってるから。突然現れるから。いや、北海道からアイヌの伝説ですね。クルムセの国に行ったということで、それはもう大陸の黒竜江と言われる川なんですけど、そこに行ったということで、じゃあもう大陸に行ったのは間違いないということで、モンゴルに私が行くっていう話でしたね。タカちゃんは行かないって話で。ということで今回モンゴルに来ました。来たからにはほんま徹底的にやってもらいますし、面白いとこ入れますんで。マジ？はい。それなりの人たち関わってますんで。
この国と日本をね、架け橋としてね、二十数年間やってらっしゃるね、本当に仕事されてる方とかと連携取って、今回行くことになってますので、あと運転手さんもドライバー、もうプロの方を頼んでますね。プロだと聞いてます。もうプロなんやろ、楽しみ。安全に行きたいじゃないですか。ぬかるみとか途中大丈夫？で乗り換えます。あ、わかりました、わかりました。地面があるところとないところあるんで、そうですねあるところにはちゃんとね、地面がない。地面があるんですけど、道がない。舗装されてない。そういうとこ行きますんでね、楽しみにしておいてください。知識面ではもう相当詰め込んできたんで、そっちでサポートしていきたいと思います。よろしくお願いしますよ。あいやした。よく来ました。あいやした。先輩よ。先輩よ。早速、はい、行ってみましょう。義経がどうなったか、はい。このモンゴルの地で確かめたいと思います。それでは、ストレンジストーリー、始まり。最後まで見てね。見てね。じゃあ行こはい。車こっちやで。う。分かってる。スタッフの方、打ち合わせとかあるから。ああ、わかりました。わからんそういうあ、すみません、すみません。そういうの全然わからないで。わからんかはい、事情はよくわかんないです。さあ、空港からやってきました。モンゴルに来て今更の質問していいですか？どうぞ。ぶっちゃけ義経の人生とチンギス・ハンの人生って被ったりしてないですよね。ちょっとこれ日本で聞いた方がよかった。まさかね、モンゴルまで来て。そこそういえば追求してこなかったじゃないですか。被ってないのは当たり前だと思ってましたからね。いや、うん被ってると思ってましたよ。一応確認しましょうか。いや、まずね、はい。生まれた時期ですか？この辺りは大丈夫そうなんじゃないですか？まあそうですね。6、7年の誤差はありますけど、大体もう生まれた時期っていうのは一緒だと言われてるんで。言われてますね。いや、問題は、後半ですね。ええ要は義経が平泉に行った後、はい、ちょっと心配。今更やるなよって俺は思いましたけど、まあここしっかりやりましょ視聴者の皆さんもきっと気になってると思います。う。気になりますね。はい、当然。もっと早やれーってコメント飛んできそうですけど。今やりましょう。はい、やりましょう。古文書に17年、8年いたと書いてありましたね。書かれてて、はい。それ計算すると、うんまあ、1205年ぐらいまではい八戸にいたっていう計算になるんですね。まあ生まれてからその年代を追っていって、1205年。そうですね。そうですね1189年に平泉で亡くなったっていう1年前に出てたっていうところまでの情報は得てるじゃないですか、我々は。そうですね。で、そこではい八戸にトントントンと行ったら、はい。で、17、8年がはい1205年ぐらいになるんですよ。ほう。その時に義経がうん。八戸にいたということは僕たちの調べでは分かっているわけですが、うん。その時にチンギス・ハンはどうだったかということを追っていかなければなりません。いや、もうモンゴルで頭角表してた。なんと、八戸にいる時にですね、ええすでにチンギス・ハン即位してませんでした？八戸からの翌年でチンギス・ハン即位した。無理やん。どうしようとかして。口伝だけでしか伝わってなかったから、わっちゃんそこ間違え、ちょっとずれたかも。視聴者の皆さん、大変申し訳ございません。八戸の時に、チンギス・ハン大活躍をしておりました、すでに。したがって、義経チンギス・ハン説、これにて終了と。ブー。そんなわけじゃね、いきませんよね。ブー。はい。何？そこには、ズレが、なんと生じていたと。日本側の話で言うと、ズレが生じていた可そうですね。能性はあるなとまあ、十分に思います。あるでしょうん。う。むしろ、これはずれています。うん。うん。なぜなら、その当時って、まあ、正確なね、ずっと口伝とかね、うん書物とかをね、用いたにしても、その書物は、まあ、一度ね、こう、亡くなったりとかしたり、で、それからさらに、江戸時代になって、もう一回、どんな話だっけみたいな感じでね、書き直したりとかしてるわけなんで、その当時の人たちも、あれ、年代合わんな、まあ、いっか、この辺にしとこうみたいなね、うん。ノリっていうのは必ずあったんですよ。なるほど。それ日本側で。これ日本画です。ああ。でもそれと同じようにね、チンギス・ハンがもうズレありますよね。もう専門家が言っちゃってますよね。言っちゃいます。チンギス・ハンの人生、前半はフィクションだと思ってくださいと。書いてありましたね。はい。うん言っちゃってますね要は。もう前半部分っていうのは分からないんですよ。なぜならどこの誰かも分からない状態のことなんて、その辺はもうね、残ってないよということをもう明記されてるんです。まあそりゃそうですよね。まあチンギス・ハンがね、若い時っていうのはモンゴルにいませんから、分かるわけもないですよね。モンゴルの歴史を漁ってたら幻聴筆詞という非常にマニアックな本に出会うんですけども、まあ、漢字はこの辺に出ておりますんで。ダーン幻聴筆詞っていうのがあるんですけど、それをこう書いたんですよ。元の時に。
歴史書書きましょうか言うて書いたんですよ。で最初の方分かりまへんねん言うて、いろいろ聞いたらしいんですよ。でも、チンギス・ハンが、そうかな。だいたい、そんぐらいかな。俺、その辺統一したん、こんぐらいかな。って感じらしいですよ。まあ、適当。タカちゃんならどうする？その、元という、ものすごい、もうユーラシア大陸ほぼ Z を制覇した、神のような俺ってなりません？まあ、もう、なってますよ。ね、だって神ですってなると思うんですよ。なります。でも事細かく、俺はどこの出で、どないしてこないして、こないして、俺は元を支配したいんやって書きません？普通はね。まあ、さっきからね、僕気になってることあるんですよ。何？まあ、元って言ってますよね。はい。元になったのは、フビライ藩の頃からなんですね。なので、まあ、元じゃなく、ここは正確には、モンゴル帝国だと思いますんで、ここはちょっと訂正していきましょうか。はい。ちょっと気をつけます。そういうとこ別にどうでもいいやって思っちゃうタイプで。申し訳ない。いや、そのどうでもいいやが、やっぱ人間の差がなんですよ。私あれや、チンギス・ハンのメンタルになってる今。そういうことです。来た。はい。なかった。伏線回収です。ありがとうございます。っていう感じで、チンギス・ハンも歴史を残してくれることに協力的ではない。そうなんですよね。なんですよね。そうですよね。普通ね、ドヤー言うて。俺がっていうタイプ。俺がっていうタイプだったら、それはね、歴史、はい、私の歴史事細かくってなりますけど。そう。チンギス・ハンはそうじゃないですね。そうですね。じゃあなんで嫌がったんやろうなって考えたら、チンギス・ハンが異民族だった。そうです、異民族だったか。自分も嫌じゃなんか日本にさ、住んどってさ、はっはっはって俺に従い。いや、天皇に従いたいみたいなさ、思いません？誰にも従いたくないけどね。吉田さんってそういうとこあるじゃないですか。昔から、仲間思いだったりとかね。みんなね、もうここはイケイケで行きましょうやと。ここは戦うべきですって言っても、いや、もう戦いなんてね、血を流すばっかりでいいこともないし、やっぱそういうの良くないんじゃないとかね、無駄な争いを避けようとしたりとか、泣いてさ、こう懇願してね、もう部下たちすまんと、そういうね、目立ったことをして、偉くなってもしょうがないんじゃないかみたいな、そういう側面って結構日本の時ありましたよね。ありました、ありました。だからやっぱりモンゴルにおいても、その自分のこの偉大さみたいなのを誇ろうとか、そういうところってやっぱないんですよね。やっぱこのあたりはね、人たらし義経なんじゃないかなと僕は思いますけどね。騎士、いいよいいよ、僕はそんなのに興味ないからって言いながらね、やってることはすごいことなんですよ。そうですね。そしてチンギスさんもまさに同じじゃないですか。歴史まあいいじゃないかと。でも家計言うたん最終チンギス・ハンなんじゃん。それはね、集大成として最後には、わし何したっかいなーって。自叙伝みたいな。そう。僕も将来いつかやりたいですよ。どうぞやりなはれ。チンギスハンターはそういうの思わないんですか？あんまり思わないですね。へえ、偉大ですね。ありがとうございます。謙虚でございます。今日も謙虚でございます。はい。平然と喋っておりますが、今気温は多分3度ぐらいしかないんじゃないですかね。もう本当それぐらい寒いですね。寒いです。じゃあさ、チンギス・ハンが義経だったという風にしたときに、チンギス・ハンの前の名前ってテムジンさんっていう名前の。そうですね。ね、テムジン誰？確かにテムジンさんいらっしゃったみたいですね。そう。だってそのお父さんお母さんとかね、今ね、僕必死で喋ってるんですけどね、チンギスハンターカンペずっと見てるんですけどね、カンペというかね、調べたね、資料を見てるわけですね。で、テムジンさんのね、その、生い立ちありますか？何か調べてきたこと。調べてきたことは、あります。実は、現状筆詞を書くときに、なんかさらに秘密の書類があったらしいんですよ。歴史書書けって言われた人が、正確な記録残したいんで、それ見してほしいんですけどっていう風に言ったんですけど、断られてるらしいんですね。しかも2回も。だから、その前半部分については、口伝だったりとか、こうらしいでっていう話を書いていってるんですね。やっぱ正確な歴史を知るためにね、やろうとしたけど無理だったと。そう。裏で調べた正確なね、情報みたいな、やっぱ表に出せないような情報があったんでしょうね。で、それを見せてくれと言ったけど、無理だったと。テムジンさんの話とはちょっとよく繋がらないような気がしますけど。テムジンさんはいたんですよ。で、多分、それなりの地位の貴族の人だったけど、多分亡くなって、で、その情報を聞き入れた義経。ほな、ワイ、テムジンいただきます。みたいな。ワイ、テムジンいただきます。はい。自分の名前を隠さんといかんので、ワイテムジンいただきます。言って、そのまま活動を続けていったっていうことやと私は思ってます。はっきり言います。正解です。義経の時代から、すり替えっていうのがね、
ちほんまや。これはね、しょっちゅう起こったんですよ。ほんまや。なので、義経からすると、すり替えというのは朝飯前です。すり替えが朝飯前。はい。生きてた人間、亡くなった自分がその代わりになろう。まあ、容易ですよ。容易ですね。はいそうやって実際に義経も生き延びてきた側面はありますからね。そうなんですよ。さすがですね。それでは、チンギス・ハンと義経、歴史被ってませんかっていうところの話をね、はい今ね、してきましたけど、はい。八戸のあたりで一旦危うくなりました。危うい。危うかったもん。だってもう蝦夷行ってる時間なかったもん。大体この地域17年暮らしたの。 17年。そんなにですか？はいおお。 17年。僕たちもどうしようかと一時期思ったんですが、やっぱりね、そこから諦めずにうん掘っていくと、やはりね、隙間、はい。いわゆるまあ、抜け道のようなおお。穴がね、やっぱりこうはい出てくるわけですよ。はいま。あ、義経うん、チンギス・ハンだったと。はい。まだ繋がってますよ。まだ繋がってますね。ままだ繋がってますだ帰らなくて大丈夫ですね。まだ帰らなくてまだ行けますね。引き続き全力でいきますんで、はい。行きましょう。僕のね、人脈駆使して、またね、新たなスポットへえ。用意させていただいてますんで、ありがとそうございまのあたりも行ってみましょうか。す。よっしゃ。 This is off 10 o'clock. 10 o'clock. This time 写真撮るも大丈夫？そもそも全然違うものがもう一個あるんですよ。ほうほうほう、何体型が。体型え体型違ったら負けまへんやん。いや、義経はあ、すごい。別人じゃん。そうなんですよ。そんなことないんちゃうもしかして。抜け道あるんちゃうまた。ありますよ。よし。義経めっちゃ小柄じゃないですか。はいはい、そうですね。チンギス・ハンは、なんかイメージというかそういう写真、自画像ですか、うん。大柄で、滑腹よくって、うん。っていう、もう、正反対な二人なわけですよ。うん。全然違うよ。別人や。もうん無理やん。テムジン。テムジン、テムジン、ただのテムジンでした。はい。ただのテムジンってそんな言ったかも。はい。彼、すぐほら、滑腹もいいやん。ね。まあまあでも、うん。考えてみよう。ちっちゃい人が、はい。でっかくなるにはどうしたらいい？はい。厚底ブーツ履く。厚底ブーツ。すごい今時すぎる？うん。身長高くなる可能性あるね。二つ目厚底ブーツって。二つ目、二つ目、はい。物入れる。あ、物入れるね。入ってないな。まあいいわ。この具不足です。だってことですよ。うん。なんか、チンギス・ハンターさん、なんかちょっと今日おかしくないですか？いや、まあまあまあ、そもそもそうです。はい。体育大きくなってませんか？それはセクハラですか？いちち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 ょっと。これは、なんて言えばいいんですか？おめでたいですねとか言えばいいんですか？すごいでしょ。すごい。こういうことか。そう。詰めてます。そういうことね。結局はそういうことです。わかりました。二つ目ね。はい何か物を入れる。詰めるうん確かになんか詰まってた感じしますね。うんお腹に入れたらすごい太って見えます見える見えよね。る見える見える。ありえるね。ありえます。ちっちゃい人大きくは見せれます。うん大きい人はちっちゃくは見せれない。そりゃそうだ。いける。いけるね。はい。でもまた、エビデンス族が、そういう話ないですかって来るんですよ。あります。はい。チンギさんは、うんなんと、うん避暑地に出かけて休息を取ったんですね。はい。ここでね、あるんですようん。怪しいことが。うん。チンギさんは、休息する、その避暑地でうん、誰にも、うんその自分の姿を見せなかったそうなんです。一一人でいさせてくださいと。私は一人でいたいのだと。誰にも入るなと。はい。言って、休息の時間を取って。お腹の詰め物取ってた。そういうことです。もうそういうことなんですよ。はい。ははいい。厚底ブーツ脱いでた。脱いでた。間違いはない。一気にちっちゃくなります。もうね、これがもう、その証拠じゃないかなと思うんですけど、ちょっと弱いかな。これはどうですか？ドルジさんのおお、ドリさんチンギ話。ス・ハン伝はい。という本がございましてですね。はいはいはい。モンゴルのドルジさん、ドリさん。はい学者さんですよ。はいに、チンギス・ハンが亡くなる時の話を、文章を書いてます。はいその体は全治縮小し、うんおや、おかしいな。でもこれぐらいのね、モンゴル帝国を築いた人ならあり得るだろう。うんということで、その奇跡も起こると思い、そのまま黄金の棺に収めたという奇跡もうそんを起こる。だけすごいことやったチンギスさん。はい。それぐらいのね、ことをね、成し遂げたお方やと。亡くなってからうん小さくなっても、うんそりゃそんなことありえますわと。だって気力も体力もそうね。全部なくなるからやっぱ縮むて。そうね。うん。でも気にせず、もうええかと。じゃあ、棺に収めますぜって言って黄金の棺に入れたと。はい。いや、バカだ。もうね、ドルジさん、はい。エビデンス、本当にありがとうございます。これでね、確定ですよ。避暑地に行ったら、誰にも自分の姿見せない。はい。そしてね、うん。ドルジさん曰くね、うん亡くなった姿見たらうんめちゃくちゃちっちゃくなってたと。うんうん。ありゃ、こんなちっちゃくなって、どうやらしたみたいなね、感じだったと思うんですけど、はいはいまあ、すごい人だからいいか、うん棺に収める。うん。はい、これ十分なエビデンスだと思います。はい。
チンギスハンター、ちくわです。チンギス・ハンのやっぱりその後を継いでる人がいるわけですよ。誰だろう。歴史上の人物。ほナポレオン、う。ナポレオンね。加藤清正、加藤清正。パクっとる。そのやり方をね。はい。なるほどね。ナポレオン確かにありますね。すごい細かったね。そう、すごいスマートな人ですね、ね。だからそれをちょっとね、かっこよく見せようとうんやってたんですよね。はい細工したわけですよ。はい、こうやって。いっぱい物入れてた。そうね。はい。じゃあ加藤清正。はいなん。かすげえな被ってますね、こういう。ひょいひょいって。大男で有名な加大男藤清正です。190センチ超えという噂もあるあそうですよ。の時代にして190センチ、なかなかないですよ。はい。烏帽子込みでね。烏帽子込みなんですね。烏帽子込み。うん。じゃあ烏帽子を取ったら何センチだったか。160センチくらいです。義経と同じぐらいです。はい。ってことは、160センチの人が帽子かぶっただけで190センチですよと言えるわけですよ。うんじゃあ、義経さん、ちっちゃいからって言って、うんまあ、厚底、うんもしくは帽子、うん。兜とかね。まあ、帽子ちょっとね、なんか被ってますもんね。はい。あとはね、お腹にちょっとね、かっこよく見せれば、うんうんそれなりにね、良くなってきますし。うん。それは十分、はい体格の差、そのね、謎を埋めることができるんじゃないでしょうか。いけますね。いけます。はい。はい。それは間違いないです。そうですね。まあそもそもチンギス・ハンの顔の自画像も、自画像ねあれよくわからんからフビライ・ハンを元にして描いたって言われてるうん。んで、うんまあ滑腹意がそもそもほんまかどうかもちょっと。わからないね。まはい。あそれぐらいね、わからないことたくさんあります。うんでも、批判したい人は、いや、全然違うよと言ってくるじゃないですか。受け入れますよ、たくさん。僕全部コメント読ませていただきます。丁寧にね、返事もさせていただきます。もうちょっと優しく言ってあげて。体格違うよと。そういうね、意見、たくさんお待ちしてますが、僕たちの見解としては、はい。まあ、そういうね、義経はうん、ちっちゃくでもうん、十分うん、チンギスさんとの体型差、埋めることができますよ、とはい。いうことじゃないですか。そうですね。それはすごいしっくりきたんで、はい。次の疑問に行きましょう。行きましょうはい。ここですごいところで撮ってるんですよ。なんとほんまやこの像ね、46メートルあるんですよ。うん。このチンギスハン像。そう怖いですよ、あめちゃくちゃ。講師講師ですから、僕もう下に降りたいと思います。じこゃあ行きます。れ世界一のやつです。世界一です。他にも共通点っていうところがあるんですわ。ほう。知ってる？似てるか、性格とか好きな食べ物が似てるとかああ、いい線いってると思います。お酒飲まないっすもんね。お酒飲まないんですよね。タカちゃんが？僕は飲みます。まあ、義経さんは実はね、飲まないんですよね。書物とかでも残ってるんですよね、ちゃんとね。はい、残っておりますね。しかもなんかいい言葉言ってましたよね。うん義経さん。飲んだら乗るなみたいなこと言ってましたよね。飲むなら乗るなみたいな。酒をたしなむ人は耳老子、めめ老子、めめじゃん、め老子。いや、まさに。めめ老子、理性を失うということですか？そう。それを言ってたのは皆さん、チンギス・ハンなんですよ。全然あかんやん。はい。全く逆でしたね。めめろうし。めめめろうし。目つぶし、耳つぶし、そうだね。理性を失うから。義経は何て言ったんですか？特に義経は何にも言ってないんですけ何にもど、酒は飲まなかったという書物があるっていう感じですね。はい。はい。ということは義経はうん。飲まなかった。はいそし。てチンギスさんも飲まなかった。そうですこれ共通点ですね。共通点です。うん。他にもありますね。あります。とにかくね、義経とチンギス・ハンはね、モテる。モテ、あ、もう言わんとってムカつく。めちゃくちゃモテる。タカちゃんどんぐらい持ってた？僕はね、いや、そりゃそうと思ってましたよ。じゃあ神社にさ、自分が行くとこに女の子追いかけてきた経験ある？そんな経験はない。ない？全くない。奥さん500人いた経験とかある？奥さん500人いた経験あるわけないじゃないですか。義経とチンギス・ハンはあるんです。めちゃくちゃモテてるやん。奥さん500人いた。そうですよ。やばない。どんな人生だ。そう、さっきね、チンギスハンターが言ったみたいに、神社に義経さんって言って追いかけてきて、うん。でも、ね、たどり着いた時にはもう義経さんもね、次の神社行ってたりするからね、うんもういないんですよね。うん。で、いないけど、そこまでね、追いかけてきて、うんそして、病に倒れ、亡くなるという。で、次の神社に伝わる伝説としては、またそこにも違う女性が追いかけてきて、しかし、神社にはたどり着いたが、うん病に倒れ、亡くなるという、もうめちゃくちゃ追いかけてきてるんですね。いやほんとモテますね。うん、さらにはあの人もいましたね。チャレンカちゃん。そう。チャレンカちゃんもね、でアイヌ民族の子じゃないですか。はい。ね、その子がこう追いかけてきて、うん。ね、義経はん言うて、うん。義経はね、こっそりね、抜け出したんですよね。カムイ岬からもうね、ここのモンゴル、大陸へ向けて行ってたわけですよ。それに気づいたチャレンカちゃん。ほんま私置いていったなと。マジで恨んで殺したる。怖いね。怖いよ。ねここの船、女乗ってる船全部沈めたる言いましたもんね。もうそれを言い残してね、身を投げたと。恐ろしくないですか？気を狂わせるほどのモテ男なんですよ。なるほどね。で、チンギさんは500 500人の人の奥さん。奥さんがいて。ほんまな。あ、ほんまです、ほんまです。私全員名前入れますよ。絶対無理やろ。じゃあ試しに普通に言うてみようか。チャレンカちゃん。もう
もあれですよ、チンギス・ハンは世界で一番子孫が多いそうですね歴史上の人だと言われてます。何人いるんでしたっけ？ 3 人ぐらいでしたっけ？数千人ですよね。え数万人なんですよ。マジっすか？ 1600 万人らしいっすよ。すげえ。1600万人。しかも男性の Y 染色体がある人だけで。やば。やばいです。だからもしかしたらワンチャン子孫ですよ。視聴者のあなた師匠なんて視聴者のあなた師匠。師匠チンいや、ギスさん。ほんと視聴者。笑ってんね。他にもあるんですか？言いたいことあるんでしょ？あります。即位する時の儀式。うん。チンギス・ハンが、ワイチンギス・ハンやで統一したで何を？やーって言うんですよ。はい、座ります。でそういうとこも必要やから、首から上でバーって切ってるとこもいるから。いや中山きんに君みたいな今、やーでした。やーやーやーいや、それがですよ。なんでチンギス・ハンは即位したと思いますか？なんてうん、なんて言ってそあ、言葉を言ったんですう。ね。そうそうそう。即位するときに。そう。あーいや、ちょっとわかんないですね。私もわかんないんですよ。なんや状況が公安寮っていう場所で、各種族の人たちを集めて会議を行ったと。うん。でその時に9つの旗を上げてバッサバッサしたらしいっすよ。お祓いみたいな感じで。違うねん。しかも白旗。お祓いやな。おお。九龍の9つの旗を白い旗を上げたっていうことなんですけど、これなんか赤ちゃん共通してますよね。気づいた？源平合戦の時のやつじゃないですか。源平合戦。もうちょっと教えてほしいですね。日本のね、はい。もともとは国旗っていうのはね、菊の紋章みたいなものが。そこじゃないねん、まだ。まだ違うんです。僕が早とちったりとか。九龍は黒ハンガンですやん。そっちの方を先に言わなければならない。そうです、そうです、そうです。九龍ですから。九龍ですから、9つのね、旗を旗を。上げたい。でも9つので九郎さんでしたもんね。うん。義経さん。うん。そこと昔の白名前ですね。子あ供の頃の名前です。苦労もしてきましたもんね。もちろん苦労もしてきました。うん。苦労してきた苦労さん。眠たいんか？眠たくありません。キレが悪いなと思っております。ほんで白旗を上げたっていうことなんですけど、うん源氏が使ってた旗の色が白い旗だった。そうですね。はい。だから白旗っていうことはつまり源家うん。ということで、白い旗苦労さんそうですね。がなぜチンギス・ハンが即位するときにそんなをしたんだっていう話なわけですよ。うん。いや、そんな簡単な話じゃないですか。何？義経がチンギス・ハンだからですよ。納得しました。そりゃそうでしょ。はいだってそうしないとおかしいでしょ。ねね、まあなんか普通なんか白肌って言うとなんか降参っていうイメージありますけど、でもね、その当時は違ったんですよね。源氏と言われる人たちは、うん。その白肌を掲げるというのをやってたわけですから、へでそれをチンギス・ハンにね、なって儀式の時に同じことをやる。え、へえ。要は王になるわけですよ。王になる時にその儀式をやるのは当然じゃないですか。勝ったわけですかうん。ら。なので、同一人物です。もう終わりましたね。いや、まだまだ終わっちゃいけないですよ。はいはいはい。まだまだやっぱりね、細かいところまでやっぱりね、僕らははい調べるためにこのね、モンゴリアまで来ましたね。はいはい。やっぱまだまだやっぱ必要ですね。確固たるものが。じゃあやっぱそういうの笹林道の話とか欲しいタイプ。笹林道の話欲しい。今すぐ欲しい。笹林道うんね、うん義経藩の追いかけてきて東北にもあって北海道あったっけ？北あ海道は笹いったやん、義経っぱいありますよ。神社。笹林道ありますよ。笹林道あって、で当然ね、笹林道の元になるのは笹ですから。まあ笹もね、日本にはたくさんあるわけですよね。うん、うんうん。で、チンギス・ハンが使ってた紋章、多分今この辺に出てるんですけど、この辺出てるかもしれないね。ドーンと。こっちかもしれない。どこでもいいです。はい。はい。はい、ドーン。はい、ドーン。どうですか。笹林道やわ。笹林道です、これは。笹林道。ええ。もともと日本で使ってたもののうん、家紋、紋章ですね。うん、これとね、まあ、ほぼほぼ同じです。うん。いこんな似てますかね、普通。や、もしかしたらモンゴルにめっちゃ刺さるんちゃそれね、あなた言うかなと思ったんですよ。う？わ、なので今日、モンゴルをうん、旅して、約うん3000里旅してきました。うん。あそういう気分母を訪ねてそれはわかるんだねそれはわかるよ。それはわかるんだそうだ、エヴァンゲリオンとかなんか北斗の拳とかちょっとわかんないんですけど、教養あるんで。 3000里ね、うん旅してきました。うん。笹、一本もありません。モンゴルには笹ありません。あと地元の人にも聞きました。はい。笹、知らないですねって言っいや、てましそんなん言ってなた。い。言ってた。馬を、
訓練するご家族が住んでるゲルにお邪魔させてもらいました。 Ah, this is Buddhist. 仏壇 Buddha. ありがとうございます。 Mangura mystery. ありがとうございます。そう、笹はモンゴルで見たことないですねって言ってましたね見たことないって言ってまし確かに。それがどこにあったかっていう場所ね。そうどこで見つかったかですね。なんかロシアのニコリスクっていう場所知ってますか？そこで芝居を見た人がいたんですけど、そこで巻き狩りをしてる場面があって、でそこに役者さんが笹林道の紋をつけた日本流の兜を使って演技してたっていう目撃情報がありましてですね、過去に。ロシアのニコリスクの演劇で、はい。それ大昔の話ですね。でもおそらくこの日露戦争とか本当その辺の戦争時代の話です。そんな時に、はい。ロシアという地で兜をかぶったうん。演技、うん。これを見てたんですか。で、笹林道がついてたと。なぜロシアでそんな演劇があるんですか。義経だからじゃないですかその人が。もうそうですよね。いや、その人が義経ってことですか？いや、違います。もう義経が、もうこの辺をね、いっぱい旅してね、はいはい。まあ当然ロシアの方にもね、はい。行ってたんですよ。その時国境とかないんちゃう？ないんですよ。今ロシアとかモンゴルとか言うてるけど、ないですな。明確じゃなかったですからはいね。はいはい。はい。なので、そのあたりも行ってましたし、うんそのあたりにもやっぱりね、伝承、うん口伝も残ってる。うんまあ日本にもありますよね。武学とかね、舞とかね。うんうんうん。そういうのって、昔あったことを演劇にしてますもんね。そうですね。それと同じですよ。わかりました。なので、そこではい笹林道が使われた理由は、義経が昔いて、うんそれが劇になって、うん。そこでやってたんですよ。うーん。そうじゃないですかうん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 いいと思います。はい、いいと思いますか。はい。あと何かありますか。あります。はい。笹林道のとこに丸い穴が開いてるのなんですかね。空いてます。なんか焼けたん。目の付けどころがシャープですね。シャープ製品買ってください。シャープの回し物ではありません。はい。はい。いや、そう、なんか穴開いてるのなんでですかね。なんか似てますよね。真ん中に丸ってね。菊門、まあ、菊門はそうですね。日本の国旗。真ん中、はい白にね、赤じゃないですか。はいはい。なんか似てる？似てるかもしれないっていう感じですね。うーん。うん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 。チンギス・ハンター的にはどうですか。チンギスハンター的には今の国旗のモンゴルの国旗もおもろい。全然ちゃう話だった。真ん中に丸開いてる話からいや、結構飛びましたね。国旗、その時代から使われてたってことですかね、丸。ちょうど合うんですよ。まあ、さっきね、まあ言ったかもしれませんが、うん源平合戦の時にうん。白旗振ってましたよね。振ってました勝った。時。はい。じゃあ、源氏と戦っていたのは平家ですね。平家がはい。勝った時って何色の旗振ってたと思います。赤です。これがうん。今のね、うん。国旗の元となったと言われてるんですよ。うーん。これ、チンギス・ハンターさんの説ですから。自信持ってくださいよ。僕、うまいこと合わせてるんですから。いや、そんなずっと高知じゃない。あなたが持ち込んだ説に、いや、ほんとふほんと。ーんとかやめてください。いいんですか、ふーん。そこはちょっと頑張ってよ。言ってくださいよ。お願いしますよ。立場逆転したのかと思っいや、てしてまこう。せん、しません。いや、そうそう、私はそう思いました、そう思いました。はい。源平合戦が元で天下統一の印として今の日の丸ができたって言われてるので、それの後にチンギス・ハンが紋章として使ってる丸うん、が時代は合うっていうことですよね。そうですね。そういうことです。わかりました。で、さっきちらっと言った、さらに面白いのが、今の国モンゴル旗。の国旗ですね。モンゴルのここに国旗もですね。国旗もここに出てますね。バーンと出ておりますわ。ちょっとうるさいですね。これ相当静かだと思う。わかりました。左の方ね。赤はさ、正義の燃える赤の正義なんですよ。青はモンゴルの青い空ですよ。今多分こうバーって広がってます。まあその左にあるのなんですか。ありますね。ソヨンボです。ソヨンボ。雨も。赤ちゃんの上。ソヨンボ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 です。なんだよ、ソヨンボって。ソヨンボ。なんか部品がいっぱいこうバーってうん。あるんですけど、その中に。その中に。まあ、日本人なら、もしかしたら、はい見たことある人結構多いんじゃないですか。全員見たことあると思う。ね。この柄の服持ってる人とかいると思う。絶対いる。なんか見たことあるもん、最近。うん。うん。
ほんとこの辺の、ほんとね、国旗の真ん中見てほしいよ。陰陽陰陽。陰陽をちょっとこう掘ってみたら、これ、ソヨンボっていう、全部で、ソヨンボっていう柄らしくて、上から炎、太陽、月、月。矢、弓矢の矢ですね。はいはい。で、真ん中に、陰陽、陰陽。巴ですね。巴がうん。あります。めっちゃ日本っぽくないっていや、思って。もうこれ完全に日本ですよ。そうん。日本でね、これずっと見られるものですし、う。うん。まあ、マガ玉というのはね、あります。日本ではもう昔からこれありましたんでね、これが国旗に使われてるうん。不思議ですよね。こじつけかもしんないんですけど、マガ玉って今言いましたけど、太陽をじゃあ鏡として捉えたり、矢を強引すぎますけど、同じ武器っていうくくりで剣ってしたら、三種の神器揃っちゃうやんとかもいう妄想がもう止まらないんですけど、私。むちゃ妄想しますね。思いません？じゃあ、日本の三種の神器がモンゴルの国旗で揃っちゃうんですよ。そうか。はい。次じゃあ、このね、義経編終わったら、モンゴル国旗編。モンゴル国旗を掘りまくって、三種の神器かどうかを確かめるという。わあ、またモンゴル来ないといけませんね、これ。行きましょう。行きましょうか。行きましょう。そうで、これで、すっごい日本とつながりあるやんと思って、過去も調べてみたんですほよ。で、秦の国の時も赤い丸が、言ったら日の丸うん。に竜の国旗なってます。多分今頃この辺に出てるんじゃないですか。日の丸あるやんと思って。面白い。日本。はい、日本ではないんだけど。はい、日本。まあまあ日本ですね。そう。モンゴルなんとかカーン時代のさ、過去のその国旗とかも何種類か2種類ぐらい調べたんですよ。そしたらもうその時から巴の陰陽が使われてて、いやもうずっとアピールしてるって思って、モンゴルは。モンゴルと日本一緒ってことアピールしてるって思いました。分かる人にはちゃんと分かりますよねと。はい。ね。まあそうじゃないですか。はい。意外と共通点はありますね。現代にも残ってました。めちゃくちゃ残ってますね。はい。面白いと思います。ありがとうございます。はい。なんか言ってましたもんね、ガイドさんも。モンゴルの人と日本人の区別がつかない人もいるってうん。すごく似てるって言ってましたね。言ってました。うん。やっぱ韓国の人と日本人は区別がつくと。でも日本人とモンゴル人は本当に区別つかないことあるんですよねって言ってましたね。言ってました。国旗と一緒やん。そんなにいますかね。やっぱ1600万人のそうですね。そこに戻ってくるんじゃないですか。残してますからね。500人の奥さんから。そして枝分かれにこうね、子孫がこう広がっていって、今や1600万人。ウランバートルの住人ですね。約340万人って言ってました。そうですね、言ってましたね。どうなってるん？ってことはウランバートルに住んでる人たちはまあ間違いなく全員チンギさんの子孫。マジ？そうなりますよね。ああ、そういうことですよね。またねウランバートルも行こうかなと思ってるんですけど、多分顔全員一緒。もう全員親戚。わかりました。じゃあもう日本語で行きましょう。絶対通じない。わかりました。やってみたいですね。はい。面白いじゃないですか。というところで国旗紋章っていうところが共通点であります。面白いです。はい。共通点だらけです。はい。じゃあここまでで日本とモンゴルの共通点で国旗のことまで話をしましたけど、今から日本文化とモンゴルの文化について何か知ってることあったらお願いします。似てるものがいっぱいあります。はい、全部お願いします。じゃあ、相撲、弓、騎馬。解説お願いします。騎馬っていうのは動物のね、歯じゃなくて、要は馬に乗ること、そのことを言うんですけども、モンゴルにはモンゴル相撲という相撲が昔からあるそうなんですね。あとは弓、やぶさめとかもそうですね。そういうものが日本の文化と非常によく似てると言われています。でも説明しましたよ、ちゃんと。深掘りはありますか？深掘り、深掘りありますよ。どうぞ。どうぞ。モノノフです。違いました？いや、合ってます。合ってますよね。合ってます。モノノフです。モノノフというね、弓と騎馬、そして相撲。これを競う競技があるんですね。ナーダムっていうんです。このナーダム。競技じゃないですよね。お祭りです。わからないんですよ。もうあんたやってください。もう僕知りません。はい、やってください。もうどうぞ。はい。もう僕はもう捨てましたからもう。
じゃあ私が進めていきます。外でなんかポコ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 音がしましたね。じゃあ相撲からいこうかな。はい。似てるんですか？日本の相撲って過去にマネクマチャンネルでもうんやりましたけど、スポーツ以前になんか神事、神様への奉納としてする儀式として相撲が収められてたという言ってましたね。言いました。なのなでぜ深掘りできない。神社にもはいちゃんとね、はい。土俵があるんですよ。モンゴルも一緒なんですよ。神社はありません。うんモンゴルは基本的に。なので土俵とかも別にないんですけど、思想というか神様にお供えする奉納する儀式としてモンゴル相撲も行われてきた、なるほど。はい、っじゃあ一緒ですていう側面ね。があるんで同じです。同じです。なるほど。次にやぶさめしてますか？どこで？モンゴルでしてますか？いや、見たことないですよ。何がじゃあ日本と共通してるんですかね？弓の大きさなんですね。あ、そう。はい。まあ、モンゴルのねすぐ南側は中国ですけど、中国の弓矢は短い弓を使ってます。ところがどっこいな、うん。モンゴルは長い弓を使ってました。過去120センチから170センチなんでほう。長いですね。長いです。でもそれって昔の日本の長さと同じぐらいじゃないですか。そうなんですよ。日本も、まあ、長い弓、めっちゃ長い弓とかで200センチぐらいのものなんで、まあとにかく長いっていうところがあるんで、なんで中国の方がね海も挟んでなくて近いのにそっちじゃなくて日本のものが入ってきたんだっていう、同じなんだっていうところが不思議ですよね。これは不思議ですね。はい。誰かが介入したんちゃいますか？またくっつけようとしますね。はい。そうくっつけたいから今こういうのを私は必死で説明しております。その通りですね。はいでもまあ今ね、聞いた通り文化似てると思いますよ。はい。持ち込んだとしか思えないそうですね。ですよね。他にもあります。まだあるんですか？着るもの。日本の伝統は着物でしょ？そうです。モンゴルはゲールや。ああ、そんな名前だったかなと思って。ゲール。はい。はい。デールでした。チップ&デールはいのデールですね。はいこのデールが着物と似ている。似ています。T 字に帯締めてますはい、そうでしたね。よね。そういうの画像で私見て、あ、これ日本の着物とそっくりだなと思って、ここの左上っていうところも左上です一緒やなと思ったんですけど、一緒でしたね。モンゴルで見ました？だって、今回ね、はい。僕、途中でね、その人脈を介してね、遊牧民の方ね、実際の？実際のですよ、見てきたんですよ。デールね。はいデールも見てきました。はい。 This is Mongol Delo, Japanese 着物。あれあなたいましたよね。まあいました。どうでした？いやなんか私の調べた通りの格好をして出てきてくださいました。タカちゃんの人脈を介して言ってくれた人も、日本のやつにそっくりでしょって、着物そっくりでしょって言ってましたよね。はっきり言ってました。言ってました。あ、やっぱそういう意識があるんだなっていうのは私そこで初めて知ったんで、はい。ね、これね、ここでね、これ日本の着物と一緒でしょって。そう。あ、やっぱり現地の人もそう思ってんだなって思いました。はい。でもその現地の人、日本に行ったことないのにね。そう。日本と一緒でしょって普通に言ってましたね。言ってました。お、はいって言って、ちょっとニヤニヤしました。はい。はい。他ありますか？文字とか文法とか。似てるんですか？似てるんですよ。文字は似てないです。なんかもう、難しいですね。って書いてるじゃないですか。でも文法が似てる。文法が似てます。なるほど。あいうえを書きくけこうみたいな。そういうものではなく、順番？でもあいうえを書きくけこうの配列も似てます。モンゴル語と日本語は。日本語があいうえお。そしたらモンゴル語は、あえいおう。あえいおう。かきくけこは、かけきくこ、あ、違う。かけきこくはい、言ってみて。あえいうおはあなたどっちベース？何人？私もすいません、もう現地に。かけきこくの方が言いにくいです。絶対にくいです。そうです。はい。だからその、文法っていうと、まあ、主語だの、述語だのっていう動詞だのっていう順番が、結構日本語と英語って逆じゃないですか。逆ですね。もう一緒なんですよ、配列が。へえ。それはちょっとわかりやすいですね。そう。なんでそんな似ますかね、普通。当時、文字というものがあまり使われていなかったこのモンゴルにおいて、なぜかチンギさんが現れた後に、急速に文字が発展しているんです。いや、絶対持ち込んでるやん。持ち込んでますよね。義経やん。じゃないと発展しませんからね。発展しませんね。はい。そして、その発展した文字は、日本の言葉と文法がよく似てる。そりゃそうや、だって持ち込んだ人がそうや。となると、源義経イコールチンギス・ハン説。見事達成でございます。ありがとうございます。ありがとうございました。
で、実はですね、ちょっと今いい感じにしまったんですけど、もう一個だけ、はいちょっと神社好きの私からして、うん一個ポイントがありまして、はい。神様への信仰。神様への信仰。はい。モンゴルにもあったんですか？はい。あります。へー今、結構シャーマンとかがうん主流になってるんですけど、もともとモンゴルにチベット仏、教ですね。まあ、好きにしてください。うんはい。宗教は自由です。はい。テンゲル信仰うんというものがモンゴルには、テンゲル信仰。はい、はい。ありましてですね。テンゲルとは、まあ、天のことを指すんですけど、まあ、天の恵みが我々に降りかかってくるですとか、うん天から恵まれた神羅万象すべてのものには神様が宿る。どっかで聞いたことありませんかってなるわけですよ。ね、はい。古来から続く日本のね、神道。はい。これとそっくりですね。そう。はい。日本もすべてのものに神様が宿る。はい。八百万の神と言いますね。八百万の神。はい。そういうところにも私は共通点を見出しました。さすが。ありがとうございます。レベル上げてきてますね。任してください。素晴らしい。はい。うん以上がもう一回さっきの締めてください。源義経イコールうん、チンギス・ハン説。これは、ありますもう結論そうなります。いや待ってエンディング。文化似てても、いろいろこう、ほんまに来たんかわからんやん。安藤水軍かもしれん、ワンチャン。いや、もういいじゃないですか。締めちゃって。そういうとこも気になるから、ちょっと次そっち行ってみよう。また行く。はい。いやいやいや、行くっていうのは僕が今回、はい。セッティングさせていただきますんで、人脈を駆使できなかったということでいいですか？行きましょうか。はい。じゃあ、移動して、はい。さらにね、はい。このね、義経イコールうんチンギス・ハン説がうん間違いないというものをうんお見せいたしましょう。はい。それでは行きましょうか。はい。できます。迷子な。迷子な。やり残したことはない。もうないです。ただ、ふるさとに帰りたい。はい。というセリフを残してチンギス・ハンは亡くなったとなるほど。言われております。モンゴルで生まれ、モンゴルで育ち、モンゴルを支配したチンギス・ハン。なぜふるさとに帰りたいなんて言うんですかね。